こんにちは、たかしです。本日は6月18日土曜日、週末ですので、来週20日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは週足からです。今週の週足は長い下髭の陰線となっております。先週が長い上髭の陽線となっておりまして、大まかではあるんですが、ここ価格ラベルを貼っておりますが、この高値ですね、先週の高値 168.7 付近、そして先月の安値ですね、155.5 付近、この辺を目処としてのレンジになるんじゃないかというふうに考えております。それは月足が関係しているのですが、月足先月は長い下髭の陰線、そして先々月が長い上髭の陽線となっておりまして、先々月の高値がここですね。なので、ここの高値、そしてここの安値、ここの辺でのレンジになる可能性を過去の動画でお話ししてるんですが、ちょうど今そのような感じになってきております。そして今月、ここの高値 168.7 付近を上抜けられるかどうかというところですが、大まかに月足ではこことここでのレンジなんですけれども、今週のこのローソク足を見ていると、しばらくはその中でさらにまた小さなレンジを作りそうな感じに見えてきます。つまり今週の安値、そして先週の高値というところでのレンジになる可能性を一旦は考えておきたいところ。ストキャスティクスは今高値圏に向かって上昇中なんですけれども、もう少し上昇余地がありますので、来週一度168円付近を目指して上昇してきそうな感じはしますが、マクディが少し怪しい感じですので、実際168円まで到達できるのかというような印象を持っております。現在は上昇トレンド中ですので、基本的には168円を上抜いて、またさらに上がっていくとは考えるんですが、もうしばらくここでのレンジを作って、そこでエネルギーを貯めてからの上昇になるのかなというような印象も持てます。では、日足です。金曜日は上髭の陽線となっております。ただ、この上髭ですね、このローソク足の半分ぐらいが上髭になってますので、上値が比較的重いなというのも感じます。なので、来週この高値ですね、166.3 付近、この辺を強く上抜けてこれれば、この最高値 168.7 付近を目指して上昇していくとは考えるんですけれども、ちょっとここが怪しくなってきたなと。そして先ほど言ってましたレンジなんですが、今週の安値ここですね、159.9 付近、そしてこの高値 168.7 付近、この辺でのレンジになる可能性も考えておきたいところです。インジケーターストキャスティクスは安値圏からゴールデンクロスしてきてます。過去のゴールデンクロスここですね。ここを見てますとここからの上昇になってますので、今そこから上昇はしてきてまして、まだストキャスティクスは上げる余地がありますので、一旦はこの高値を目指しそうには見えてきます。ただ上値が重いので、綺麗に上がっていくというよりも、上がったり下がったりという乱高下を繰り返しながら、ようやくたどり着くっていうそんな感じでしょうか。マクディは現在方向感がない感じ、ここから上昇してきてゴールデンクロスしてくるとまだもう少し上昇しやすくなるでしょうけれども、今は上値が重いなという印象ですね。この下髭、上髭っていうところが気になりますので、やはりまずはこの辺でのレンジを疑って、そのレンジを抜けるとさらにもう一つ大きなレンジ、こことここですね。という感じで動いていくのかなというそんな印象を持てます。昨日の動画で164円付近を上抜けてくるとそこからの押し目買いという話をしてたんですが、その164円付近っていうのはこの辺なんですね。ここでの3損。これの右肩左肩のこのトップあたりに当たるところなんですが、上抜けてはきたんですが結構戻されてますよね。実際価格では今 164.757 っていうところで止まってますが、日足で見るとこの3損の左肩のトップ付近まで実体が戻されている感じもしますので、そうなると来週は一旦の下落で、そこからもう一度ここ166円ぐらいを目指してそこを上抜けられるのかどうかというところを試しに行く、そんな、動きをするのかなというふうには考えられます。ただここを上抜けられないと次またこのオレンジのトレンドラインぐらいまでは下落しそうというところで、一旦はこの辺付近までの下落も視野に入れといた方がいいのかなと考えてます。では4時間足です。現在はこの GMMA、昨日までは横ばいだったんですが、そこを上抜けてきました。そして次この GMMA でサポートされるかどうかというところがポイントですね。で、日足はここですよね。この部分結構強く上昇はしてきたんですけれども、下げてきた値幅も比較的大きいというところで、日足は半分ぐらいが上髭になっているのが気になります。ただ来週もう一度ここを目指しに行くとは考えますが、この辺ってここ小さくはここ戻り高値になっている部分ですよね。なので166円付近を強く上抜けてこれば、もう一度ここ 168.7 付近を目指してくるとは考えますけれども、ここが上抜けられるかどうか
っていうところですね。じりじりと上抜けした時は急落には注意というところで、一旦は今この GMMA もしくはここのトレンドラインまで戻るような動きを週明けするのかなと考えてます。で、ここでサポートされればそこからの再上昇というところで166円付近を目指してくるとは考えますが、そこを上抜けられるかどうか。上抜けられないとここでのレンジになったり、アセンディングトライアングルみたいな形になってくるのかなと。そんな風な印象を持ってます。現在ストキャスティクスは高値圏でデッドクロスというところでどこまでこれが下落するのかですね。前回のこの高値圏でのデッドクロスっていうのがここなんで結構下落したんですよね。で、ここからの、下落もこんな感じ。なので、ここでの下落ですよね。なので、これがどこまで下落するのか。で、あまり下げずにストキャスティクスが安値圏まで来たらそこは買いポイントだとは考えますが、今のところはどこまで下げるのかっていうのを様子見したいところですね。先ほど大きなレンジになるという話もしましたが、一旦のレンジの加減はこの辺付近を考えてますので、ここまで下げてくる可能性。で、今回ですけれども、この上昇に対してこの押しが結構深いんですよね。この辺で反発してくれれば、もう一度ここをすんなりと目指しに行ったとは思うんですが、トレンドラインを割って、しかもここ 61.8%、この安値からこの高値に引いてるんですが、160円付近まで押してきてますので、ちょっとこの押しが深かったなとは感じますので、このままここまで上げてこれるのかどうかっていうのはちょっと懐疑的ですので、一旦はこの高値166円付近を強く上抜けられるかどうかっていうところがまずのポイント。ここが抜けられないようですと、再びこの160円を目指して下落する可能性。そしてここを上抜けても、ここの抜け方がじりじりと弱い抜け方ですと、この高値付近で再び大きく急落っていうことも考えられますので、ここを160円付近を一旦強い陽線で抜けてくる。そして戻しをつけて、ここでサポートされてからの上昇となっていくと、168.765 この辺を抜けてくるのかなと感じますが、今、日足とか週足を見てますと、ここは抜けてこれないんじゃないかなと感じますので、やはり大きくは一旦、ここを天井としたレンジを考えていくのがいいんじゃないかと思っております。では1時間足です。4時間足の GMMA がちょうどこの辺を走ってるんですね。で、1時間足の GMMA も似たようなところを通っておりますので、まずはこのオレンジのトレンドライン付近で週明けサポートされるかどうかですね。サポートされればそこからの上昇で166円付近を目指していくと思いますが、そこでサポートされなく、このオレンジのトレンドラインを下抜けてくるとまたこの紫のライン160円付近を目指して下落してくる可能性を考えておいた方がいいと思いますので、大きくはこの紫のラインから一旦は166円ぐらいまでのレンジ、そしてここを上抜けてくると 168.7 ぐらいまでのレンジというところを想定してトレードしていくのがいいんじゃないかと考えてます。現在はこの辺ですね、この昨日の、長い上髭、下髭、ここが意識されると思いますので、この安値163円ぐらい163円からこの辺も意識されてますので 163.7 つまり163円から 163.7 円ぐらいこの辺のゾーンを下抜けるとさらに安値を更新していきそうな雰囲気ですけれども、このゾーンでサポートされるとそこからの上昇になっていきそうというところでちょっと分かりにくい動きをしそうですけれども、基本的にはここ戻り高値こんな、下落トレンドを描いていたのがそこでこのトレンドが変わってきてるんですね。1時間足ではダウ理論的にも今上昇トレンドになりかけてきてるというところで、一旦の押しを待ってからのそこからの上昇を取っていきたいですが、上値も比較的重いと思いますので、まずはここを超えてこられるかどうかっていうところをポイントとしてトレードをしていくのがいいんじゃないでしょうか。何度も言いますが166円付近を強く抜けてこれるとそこからは押し目買いで買っていきたい。ただ上限は 168.7 付近というところですね。そしてここの166円付近を上抜けられないようですともう一度160円付近を目指して下落する可能性を考えて、その辺での小さなレンジと大きなレンジをイメージしてトレードしていくのがいいんじゃないかと考えております。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。